座ると足がパカって開いてしまう人が何の力も入れずにピタッとくっついてしまうお話をします。こんにちは、はこです。今日は内もものお話をします。椅子に座ったり、電車に座っている時に力を入れないとついパカッと足が開いてしまうのが気になる方、女性の方は多いと思うんです。で、私も昔そうでした。さらに、バレエをもちろんやってたので、ここから外に回す癖があったので、余計にこんな感じですよね。気をつけないとこうなってしまうので、こうしてました。これならほら、開かないし。でもこう座ったらパカッみたいな言ってしまいました。そこでですね、私もこれってもうしょうがないことだと思ってたんですよ。でも、よく雑誌にある、ペットボトル挟んで、パクパクエクササイズしたりとか、内ももエクササイズとかもうしました。でも何やっても開くものは開くんですよ。それでもう諦めてたんですね。だからこうするか、こうするか、いろいろやってました。で、ある日ですね、私が、体の勉強をさせていただいているスタジオピボットっていうところ、スタジオがあるんですけど、そこの先生たちとお会いして、ある日初めて私の足がパカッと開かない事件があったんです。で、それ何をやったかっていうと、先生にお会いした時に、すごく簡単な動きだったんですけど、股関節を緩めて、股関節の張まりを良くするっていう動きをやったんです。それも1分ぐらいの動きをやったんです。あとお話聞いてただけなんですよ。で、その日の帰りの電車で私寝ちゃったんですよ、眠くって。なのに寝てもくっついてたんですよ、足が。それですごいびっくりして、私先生にメールをしちゃったんですね。私帰り道で足がくっついてましたって。そう。で、そこで初めて、足が閉じてる閉じてないっていうのは骨盤の傾きに関係があったんだなっていうことに気がついたんですね。で、今日は皆さんにそれを一緒に体感してほしいと思います。でですね、まず、ちょっと骨盤を思いっきり後傾にしてみましょうかね。後傾っていうのは、骨盤を後ろに倒すっていうことです。いわゆる悪い姿勢をすればいいです。はい。開きますね、これ。前を向きますよ。せーの。開きますね、これ。骨盤が後傾だと開いちゃうんですよ。で、ちょっと骨盤、ちょっとわざとでもいいですよ。本当は自然と骨盤立てたいんですけど、無理だったらちょっとわざとでもいいので骨盤をここから、よいしょって立てると、あら？足が閉じたっていうのを皆さんにちょっとやってもらいたいですよね。骨盤後傾、骨盤前傾、閉じますよね。これ実は骨盤の傾きと関係していたっていうことが分かったんですね。これ横脚も実は一緒で、立ってる時に後ろに骨盤が倒れてると、やっぱりちょっと開いちゃうわけですよ。で、骨盤が自然と前傾になってると、ピタッと足がくっつきやすくなります。この骨盤を立てるについてはですね、本当は無理にグイッと立てるものではないので、自然と骨盤が立つにはという回があるので、動画で録画してますので、概要欄にリンクを載せておくので、ぜひそちらから見てみてください。ではですね、どうしたら骨盤が自然と立つかっていうのを椅子の上で一つ実験をしていきたいと思います。皆さん座骨って知ってます？座骨ってこのお尻の下、触ってゴリゴリするところ。触れます？わかんなかったらお尻踏んでみるといいです。ゴリゴリしたところを触るんですよ。これがきちんと座面にこのように座っていられればいいんですけど、これがこっち向いちゃうと後ろに行ってしまうわけです。で、今からこの座骨でちょっと歩いてみたいと思います。ゴリゴリするとこ、触れました？そしたら、片方のゴリゴリを浮かせて、反対。
椅子の上で座骨でね、歩いていきます。今ね、股関節が動いて緩んでます。中でね、こう動いてます。はい。そしたら今度骨盤を後ろにわざと倒してみましょう。はい。じゃあ今度骨盤を前に倒していきます。で、この時に背中が丸くなると骨盤が後傾のままになっちゃうので、ここから前に倒す感じ。はい、OK です。もう一回やってみましょう。座骨で歩いていきます。ゴリゴリした骨の上で歩くようにしましょう。はい。じゃあ骨盤を後ろに倒して、はい。前に倒します。はい。OK です。で、これで、ちょっとね、椅子の後ろに座っちゃうとどうしてもこうね、なりがちなので、椅子の前の方にね、このように座ってほしいんですね。で、椅子の前の方に座って、はい、力を抜いて座ってみる。そうすると、おや？力を抜いても、あまり開かないぞっていう感じがね、すると思うんです。これは、自然とね、骨盤が立っているので、パカッと開かないわけですね。で、ここまでね、自然と立つってなかなかすぐにはできないので、ちょっとね、こういう感じがまだするかもしれないですけど、いつもよりは、パカッといく感じがね、少ないと思うんです。で、これをね、今日は体感したので、毎日ね、お尻をこうやって椅子の上でゆらゆらして、股関節をね、緩めて骨盤前傾で座れるようにしていくと、ね、気がついたら、今日はパカッと広がっていないっていうのが感じられると思うので、ぜひ継続してやってみてくださいね。で、チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。